皆さんこんにちは。こちらはアーキュフェーズ C240 です。発売は1978年。当時の値段は39万5000円でした。70年代の最高級コントロールアンプです。最高の回路と最高級の部品で構成されています。今回はこのモデルの性能を詳しく見ていきます。このモデルの主なスペックは次の通りです。回路は全段 A 級 DC 対称プッシュプルの贅沢な構成です。マスターボリュームはケージ変化の少ないコンダクティブプラスチックが使われています。スイッチ類の電気接点は2回路並列になっています。HF トリミングは MM 型カートリッジで目立つ広域のピークを補正する機能です。ハイエンドの性能を決定づける出力インピダンスは驚くべき性能です。これは現代のアキュフェーズやエソトリックの10分の1以下です。ヘッドホン出力の 0.3 オームも単体のヘッドホンアンプに匹敵する性能です。これと類似のモデルに次があります。C230 は240の機能を減らした廉価版です。どちらもかなりの高額商品でした。今回ご紹介するのは78年に登場した C240 です。このモデルは中古でしたので状態を見ていきます。ほとんどのコントロールがプッシュボタンで構成されています。こちらはフォノ入力のコントロールです。2系統あってそれぞれにヘッドアンプをつなぐことができます。この機能のオンオフは電源を切っても保持される仕組みです。HF トリミングは MM カートリッジで問題になる広域のピークを補正する機能です。ボリュームにガリが全くありません。精密な調整ができるバランスコントロールがついていますが、若干の雑音が出ます。レバースイッチも若干の雑音が出ます。プッシュボタンはどれも問題ありません。これは接点を並列化しているためでしょう。フォノ入力で左右に偏りがあります。どこかに問題があるようです。端子が錆びていて接触も安定しません。このままでは音の検証ができないのでオーバーホールします。カバーの底面にフェルトが貼ってあります。裏側のカバーを外します。ヒューズはスローブロー型が使われています。電気接点が並列になっています。このおかげで接触不良が目立ちません。これはブロックコンデンサの裏側です。特に問題ないようです。信頼性の高いワイヤーラッピングが使われています。
黒いリレーは信頼性の高い密閉式です。オリジナルは透明のケースですから交換されているようです。プリント基板を外していきます。これはイコライザー回路の基板です。リレーはすべて交換されています。これはヘッドホンアンプの基板です。なかなか本格的な作りです。ハンダ割れも含めて見た目に明らかな問題は見当たりません。恐ろしい数のスイッチがついています。全部外してメンテナンスしていきます。片面パターンですがスルーホールがあります。パターンが丈夫な代わりに取り外しが難しくなっています。一つ一つ分解して薬と超音波で錆を溶かして専用オイルで仕上げます。
こちらは雑音が出ていたレバースイッチです。やはり真っ黒です。ボリュームをメンテナンスします。薬と超音波で錆を溶かして専用オイルで仕上げます。オリジナルのリレーをメンテナンスします。接点が少し黒くなっています。このリレーはラッチ付きです。交換されていないのは代替品が手に入りづらかったのでしょう。動きが悪いので丸洗いします。
電気接点のメンテナンスが一通り終わりました。フォノ入力で左右に偏りがある問題の原因を調べていきます。左右の基板を入れ替えると症状が入れ替わります。基板のどこかに問題があります。最初に疑ったのは機械式接点の接触不良です。リレーを外して調べていきます。問題なさそうです。機械式の接点でも密閉型は問題が起こらないようです。電解コンデンサーを外して劣化を確認します。こちらも問題なしです。簡単には分かりそうにないので信号を追っていきます。左右に差が出るところを見つけて怪しそうな部品を外して調べます。調べているうちに音が出なくなってしまいました。古いアンプを手入れすると時々こういうことが起こります。これはギリギリ持ちこたえていた部分が壊れるためです。正常な基板と並べて何が壊れたのか調べていきます。コンデンサの一部が短絡しているようです。外してチェックします。これは問題ありません。これはダメですね。壊れています。コンデンサを入れ替えてテストします。改善しました。今回はフィルムコンデンサが壊れるはずがないという思い込みからかなり遠回りしてしまいました。結局この2個がダメでした。外観は全く異常なしです。このコンデンサはヒートシンクのすぐ隣にあります。おそらく熱で劣化したのでしょう。修理が終わりましたので外装をメンテナンスします。端子の錆を削り落として専用オイルで仕上げていきます。スローブロータイプのヒューズは入手が難しいので錆を落として再利用します。フロントパネルを清掃します。ボタンに汚れがこびりついているので外して洗浄します。外に出ていた部分のツヤがなくなっています。樹脂をコーティングして元のツヤを復元します。
操作感を良くするためにシャフトにグリスを塗って組み立てます。外装のメンテナンスが終わりましたので調整を行います。バランスつまみのセンターが出ていません。右に偏っています。よく見ると菊輪の一部が潰されています。締め加減で軸をオフセットしていたようです。菊輪の方向を合わせて締めすぎないように組み立てます。次回はこのアンプを測定して70年代の秋フェーズの実力を明らかにします。